はい、皆さん、さやかです。ディズニーウィッシュのダイニングビデオにようこそ。On today's Max Saya Lost in World, we are going to talk about all the dining options on board Disney's newest cruise ship, Disney Wish. Buckle up, we have a lot to digest. それではまずそれぞれのレストランについて説明していく前に、ディズニーウィッシュでの基本的なダイニングについて説明していきます。ディズニーウィッシュは他のディズニークルーズラインと同様オールインクルーシブなので、クルーズ代にはステートルームの他にもローテーショナルダイニングが含まれています。The rotational dining is kind of like a system that Disney Cruise Line implements to allow all guests to experience all three different dining venues while they're on board. Guests will follow their dining schedules on Disney Cruise Line Navigator app, which will tell you which restaurant you are going to dine at and what time each day. Each evening, they will rotate to a different restaurant, so they will dine in a different place each evening.Also, your servers will rotate with you, so you basically have the same servers each night. ローテーショナルダイニングの時間は早めにクルーズにチェックインすると6時頃の早めのディナーシーティングか8時頃の遅めのディナーシーティングか選ぶことができます。しかしチェックインが遅れたらどちらかの残っている時間を選ばないといけなくなるので、チェックインは早めにすることをお勧めします。そしてディズニーウィッシュでの食べ物に関してはもちろん値段に含まれていないものもありますが、ほとんどのものはクルーズ代に含まれていて、別料金なのはアルコールやスペシャルティーコーヒーやアダルトオンリーダイニングになっています。 Now let's talk about all the rotational dining venues on Disney Wish. The three rotational dining venues on Disney Wish are Allendale, a frozen dining adventure, Worlds of Marvel, and 1923. アレンデール、フローズンダイニングアドベンチャーは世界初のアナと雪の女王がテーマの演劇ダイニングで、アレンデール王国が舞台になっています。ここではクイーンアナとクリストフが婚約をお祝いしていて、皆さんは彼らの婚約パーティーに招待されました。そしてノルウェー風の料理を食べながらミュージカルパフォーマンスやアナと雪の女王のキャラクターたちとの触れ合いを楽しむことができます。このダイニングは年齢に関わらずミュージカルやアナと雪の女王が好きな方なら誰でも楽しむと思います。ワールズ・オブ・マーベルではシネマティックダイニング体験を楽しむことができます。ここでは皆さんはアントマンとワシプと一緒にパワフルなスーパーヒーローテクノロジーのデモンストレーションであるアベンジャーズ・クォンタム・エンカウンターに参加します。これはスクリーンを通して行われますが、レストランには100個以上のスクリーンが備え付けられているので、どこに座っても何も見逃す心配はいりません。テーブルの上にはボタンを押すと物のサイズを変えられるクオンティムコアがあり、皆さんはボタンを押して周りで起こっているアベンジャーズミッションに参加します。そして周りでいろんなアクションが起こっている間、クラシックなアメリカン料理からアフリカ料理まで広範囲の料理を特集したマーベル・シネマティック・ユニバースをモチーフにしたメニューを楽しむことができます。 Now you might be wondering if this dining experience is kind of like a character dining where you get to interact with Ant-Man and Wasp? Well, according to those who've actually been on Disney Wish, they do show up in the restaurant, but unfortunately, they just kind of roam around the restaurant for a bit, and it's not like a full-on character dining experience. So you can still see them, but I don't think you should expect like a character meet and greets. And now, 1923. これはウォルト・ディズニー・スタジオが設立された年にちなんで名前が付けられたエレガントでクラシックなダイニング施設になっています。 In the restaurant, you can see storyboards, sketches, and props that illustrate the early animation process. So especially if you love Disney history, but even if you are just a casual Disney fan, you'll still be able to appreciate all the details in this restaurant. ここは他の2つのローテーショナルダイニングレストランよりももう少しハイエンドな感じなんですけど、ウィッシュで一番おしゃれなレストランというわけではないので、ジーンズやスニーカーを履いている人もたくさんいるみたいです。なのでそこまでおしゃれにドレスアップしたりとかする心配はないです。ですがアレンデールやマーベルと違い、婚約のお祝いだったりスーパーヒーローガジェットのデモンストレーションだったりといった楽しいストーリーがないので、子供たちにとってはちょっとスローに感じるかもしれません。それではこの3つがディズニーウィッシュでのローテーショナルダイニングのメニューになります。ローテーショナルダイニングでは何を食べてもいいですし、どれだけ食べてもいいです。そのコースメニューに沿って前菜、メイン、デザートって食べなくてもお好きなようにミックスマッチできます。なので前菜を2つとデザートとかでもいいし、3コースの代わりにメインコースを2つ食べても
大丈夫です。それではディズニーウィッシュの3つのローテーショナルダイニングについて説明し終えたところで、次にマーセリンマーケットについて紹介していきたいと思います。マーセリンマーケットは他の4つのディズニークルーズラインの船で見かけるのと同じようなビュッフェスタイルのレストランで、ウォルト・ディズニーの初期の子供時代のホームタウンであるミズーリにあるマーセリンにちなんでマーセリンマーケットと名付けられました。ここには世界中の料理を特集した10個のフードステーションとカフェスタイルのバーがあり、それぞれのステーションには違うディズニーアニメーションや映画のテーマがついています。またそれぞれのステーションのメニューには公開を通して変わるスペシャルも含まれています。また席に関してもブースやテーブルやバースタイルの席などとってもたくさんの席があります。ここは朝食とランチの間はビュッフェスタイルのレストランですが、ディナーの時間になるとテーブルサービスのレストランに変身するみたいです。 If you wanna grab a quick bite, you can go to Mickey and Friends Festival of Foods. This food court style dining place is open almost all day from morning to night, and almost everything is included in the price of your cruise. So whenever you get hungry, you can come here to grab food, drinks, or snacks. The food stations in Mickey and Friends Festival of Foods include Mickey's Smokestack Barbecue, Donald's Cantina, Daisy's Pizza Pies, Goofy's Grill, Sweet Minnie's Ice Cream. So there are lots of options to choose from. Festival of Foods are also in other Disney cruise ships, but Disney Wish actually has 2 new food stations. The first one is Mickey's Smokestack Barbecue, which serves barbecue food, and the second one is Donald's Cantina, which serves Mexican food. そしてソフトクリームに関してなんですけど、他のクルーズシップと同じようにディズニーウィッシュでもクルーズ代にソフトクリームは含まれています。なので皆さんはもういくらでも食べたいだけソフトクリームを食べることができます。しかし他のシップと一つ違うのは、ソフトクリームはセルフサーブではなくなりました。ディズニーウィッシュはパンデミックの間に建てられたので、タッチレスがこの船での大きな要素になっています。なので皆さんは、少なくとも今のところは自分のソフトクリームを自分自身で作ることはできないんですけど、キャストメンバーの方が皆さんのためにソフトクリームを作ってくれます。そして次にトイストーリースプラッシュゾーンの近くにはウィージーズフリージーズがあります。ここではかき氷を含めたフローズントリートやドリンクを頼むことができます。そしてかき氷はいろんなフレーバーがあり、いろんなシロップを混ぜることもできます。ここのかき氷はクルーズ代に含まれていて、トッピングを付け足すこともできます。そしてディズニーウィッシュには新しいスイーツショップインサイドアウトジョイフルスイーツがあります。インサイドアウトジョイフルスイーツはディズニーピクサー映画インサイドアウトがテーマになっているジェラートやマカロンやケーキなどのたくさんの種類のデザートが売ってあるショップです。お店の中にはインサイドアウトのキャラクターのスカラプチャーや映画のテーマのデコレーションがたくさん飾られていて、とっても可愛いお店になっています。ここのデザートはクルーズ代に含まれていないので別料金での購入が必要になりますが、お店自体がとっても可愛いので何も買う予定はなくてもお店を覗いてみてもいいかもしれません。 Next is Wishing Star Cafe. Wishing Star Cafe is one of the specialty coffee bars you can find on board Disney Wish, and it also serves specialty cocktails. Just like other coffee bars in Disney Wish, their specialty coffees are not included in the price of your cruise. Of course, you can get a cup of coffee for free somewhere else, but if you want a cute design on your latte or unique flavored coffee like salted caramel and coconut latte, which sounds very delicious, then you're gonna have to pay. If you're a coffee drinker or love a good cup of coffee, then it might be worth the extra cost. There are also other places that serve food and drinks that you have to pay for, and most of these places are actually adults only. So now let's talk about these adults only dining places on Disney Wish. ディズニーウィッシュには2つの大人専用のレストラン、パロステーキハウスとアンシャンテがあり、これらは両方事前予約が必要になります。この2つはどちらもおしゃれなダイニングになるので、服装はセミフォーマルかフォーマルがおすすめされています。ディズニーウィッシュの大人専用レストランのユニークなところは、ウィッシュでは他のディズニークルーズラインのシップの大人専用レストランと同じようにプレフィックスコースを払うこともできますが、ここではそれに加えて食べたいものだけを払うアラカルテのオプションもあります。Palo Steakhouse is a signature restaurant inspired by Cogsworth from The Beauty and the Beast. You can enjoy traditional Italian dishes and premium steaks here. The prefix menu at Palo Steakhouse is $45 per guest,
and includes 4 courses: appetizer, salad, entree, and dessert. Another adult exclusive restaurant is Enchanté, inspired by Rumiero from again The Beauty and the Beast. Enchanté is the ship's most elegant dining experience, and their gourmet menu was created by 3 Michelin-starred chef Arnaud Leleman. I'm sorry, chef, for the bad pronunciation. Anyways, パロと同じようにアンシャンテでの食事は別料金になっています。ここではゲストは3つのダイニングオプションから選ぶことができます。1つ目は1人$195のコレクションと呼ばれる9コースの食事です。これはシェフズテーブルメニューのようなもので、シェフがゲストに何を提供するか決めます。コレクションには$140でシャンパンコレクションも追加することができます。2つ目は1人$125のパッションと呼ばれるスペシャルティ料理を特集した5コースの食事です。そしてパッションには$115でワインエクスペリエンスを追加できます。そして最後に3つ目がアラカルテで、これは食べたいものを選んでその分を払う形になります。There are in total of 3 adult exclusive dining experiences inspired by The Beauty and the Beast. I've already talked about the first 2, Palo Steakhouse and Enchanté. Now the last one, The Rose. The Rose is an adult-only lounge inspired by The Beauty and the Beast, and it's located between Palo Steakhouse and Enchanté. Here, guests can enjoy a before or after dinner cocktail or choose from an extensive collection of wines and liquors. Also, they can indulge in a small selection of food menus from Enchanté. The lounge is surrounded by windows, so you can enjoy the beautiful views while you relax at the lounge. そして次に、スター・ウォーズ・ハイパースペース・ラウンジ。スター・ウォーズ・ハイパースペース・ラウンジはすごく人気なので予約が必要になるかもしれません。今のところ事前予約は受け付けてないみたいなので、ウィッシュに乗ったらハイパースペースラウンジに行って予約が取れるかそこで見てみてください。ハイパースペースラウンジのその日の予約がいっぱいなら次の日の予約が取れるかもしれないですけど、絶対に行きたいなら最後の日まで待つよりもまだ予約があるうちに早めに予約をしに行くことをお勧めします。またさっきも言ったようにここは人気のラウンジなので、混み具合によりラウンジに時間制限があるかもしれないです。ハイパースペースラウンジはディズニーワールドのスペース220と似たような感じで、ここでも宇宙の景色が見える窓があって、数分おきにハイパースペースにジャンプし違うロケーションにトランスポートします。そしてこの窓からはスター・ウォーズのフランチャイズで見かける40個以上の違う宇宙船を見かけることができます。日中は年齢に関わらず誰もがラウンジに入ってハイパースペースラウンジがどんな感じなのか体験することもできますが、夕方以降は大人専用スペースになり、21歳以上の大人はスペースがテーマのいろいろなカクテルを楽しむことができます。そしてですね、バーテンダーの後ろには通常のラウンジで見かけられるようにたくさんのお酒の入ったボトルがありますが、ここではこの全部のボトルはスター・ウォーズの言語であるオーベラッシュでラベル付けされています。これは聞かないと知ることのないすごくクールな詳細になっているので、もしハイパースペースラウンジに行く機会がある方はぜひボトルをチェックしてみてください。Next is The Bayou. The Bayou is a casual lounge themed to The Princess and the Frog. There's a decoration of magnolia blossoms, lily pods, and fireflies on the ceiling. Of course, they are not real. They are made out of artificial materials, but as you can see, this lounge is very beautiful, and it might just make you feel like you're in the scene of The Princess and the Frog movie. As for the offerings, the film Princess and the Frog takes place in New Orleans, so they feature a lot of drinks inspired by New Orleans, as well as specialty coffees, and of course, beignets. Will you sip on your cocktail, or eat beignets, or do both in this beautiful atmosphere? You can also enjoy live entertainment and musical performances. Next, we can talk about Nightingales. Nightingales is a piano bar inspired by the rendition of Sing Sweet Nightingale, as sung in the classic Disney animated film Cinderella. このピアノバーにはシンデレラがテーマになったデコレーションが見られ、お部屋の真ん中にあるシャンデリアの下にはピアノがあります。またシャンデリアをよく見るとシンデレラが床を洗いながら歌っている Sing Sweet Nightingale のシーンを思い出させる音符やバブルを見つけることができます。ここではたくさんの高級ワインや手作りカクテルが提供されていて、ゲストはドリンクを飲みながらライブエンターテインメントを楽しむことができます。それでは次にケグ&コンパス。
ケグ&コンパスはディズニーウィッシュの比較的カジュアルなパブで、1800年代のノルウェー人の船員のマップルームからインスピレーションを受けています。そしてメニューには特別なセレクションのビールやワインやカクテルが揃っています。ケグ&コンパスのデコレーションは歴史的なバイキングの船で見られる木の彫刻をモチーフにしていて、このパブ全体にたくさんのイースターエッグが隠されています。パブの中のポートホールにはタコの彫刻があって、実はこれらのタコはドールウィップやミッキープレッツェルやミッキープレミアムバーなどのディズニースナックを持ってるんです。また天井を見上げると大きな開示地図があり、ここにもカールおじさんの空飛ぶ家やモアナのボートなどたくさんのイースターエッグが隠されています。それでは次にコーブカフェとコーブバー。大人専用スペースのクワイエットコーブについては前のディズニーウィッシュのガイドビデオで紹介しましたが、クワイエットコーブには2つのダイニング場所があります。1つ目はコーブバーで、コーブバーはビールやワインやカクテルが手に入れられるオープンエアのバーになっています。そして2つ目はコーブカフェです。コーブカフェはクワイエットコーブのプールサイドラウンジで、ディズニーのモアナがテーマになっています。ここではスペシャルティーコーヒーやリフレッシングなカクテルなどを提供していて、コーブバーとコーブカフェにはクワイエットコーブでくつろぐのに必要なドリンクが全て揃っています。そして最後にルームサービスです。ゲストはルームサービスも 24/7 で利用できます。ルームサービスの全部の食べ物はクルーズ代に含まれていますが、飲み物は別料金です。なのでルームサービスでソフトドリンクやお水やアルコールを頼むと、それらの料金は後でお部屋に請求されます。お水はデックイレブンでも手に入りますが、毎回そこまで行くのは結構面倒になるので、ディズニーウィッシュにもウォーターボトルを持って行って常に水を常備しておくといいと思います。それでは以上がディズニーウィッシュでのダイニングオプションになります。もし皆さんがディズニーウィッシュに行く予定なら、どのレストランを一番楽しみにしているかぜひコメントで教えてください。そしてもしディズニーウィッシュに行く予定がなくても、どのレストランを一番体験してみたいかぜひコメントで教えてください。And if you watched this far, please hit that like button as it really helps us grow on YouTube. Also, if you haven't subscribed to Marcus Celestine World, we post travel vlogs as well as videos about theme parks. So if that's something you're interested in, please consider subscribing to our channel. また私たちはいつもビデオのアイデアを探しているので、もし皆さんがこういうビデオが見たいっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは今日もビデオを見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Make today magical! Bye!